こんにちは、ヒロです。今からたった20秒で EC サイトの Web デザインを作ってみたいと思います。インテリアの EC サイトのトップページを作って、はい、完成しました。これ Google の新しい AI デザインツール Stitch です。今回はこのヤバすぎるツールを実際に使いながら解説していきます。まず Stitch がどんなツールなのか簡単に説明します。Stitch は Google I/O2025 で発表されたばかりの AI 搭載の UI デザインツールです。特徴は3つ。1つ目が日本語の指示だけで UI デザインが作れること。2つ目がデザインと同時に HTML/CSS のコードも生成されること。そして3つ目が Figma にエクスポートできることです。現在はベータ版なので無料で使えます。アカウント作成も Google アカウントがあればすぐにできます。それでは実際に使ってみましょう。スティッチを開くとメインエリアの真ん中に入力フォームがあるので、ここにカフェのウェブサイトを作ってと入力してみます。ちなみにここにあるタブでモバイル端末のデザインかデスクトップのデザインかを選べます。入力が終わったらここにある Generate Designs のボタンをクリックします。で、このプロンプトによってはそのまま生成が始まるんですが、この左のサイドバーを見てみると、スティッチが質問をしてきています。カフェのウェブサイトでどのようなページが必要ですかと聞かれているので、そのままトップページと答えます。すると、この短時間でこんな UI ができてしまいます。で、これをクリックして見てみると、ここにコードっていうボタンがあるんですが、実はこのサイトコード化されています。試しにこのコピーコードからコードをコピーして、で、適当にHTML ファイルを作成して、ここに貼り付けて表示がどうなっているのか見てみたいと思います。はい、これで見てみると、さっきスティッチに作ってもらったデザインがそのまま表示されています。で、これ画面幅を縮めてみると、レスポンシブにはなってないんですが、たったの数十秒でここまでできるっていうのはかなりすごいんじゃないかと思います。で、ちなみにコードを見てみると、ヘッダーやフッターはちゃんとヘッダータグ、フッタータグが使用されているんですが、他のタグは基本的にリブタグで組まれていて、このまま使えるってわけにはなかなかいかなそうです。ここらのセクションとかも区切られてないので、これはアップデートにちょっと期待したいと思います。さらに作ったデザインの編集も簡単です。左サイドバーにチャットがあるので、ここで AI と会話をすることで修正をすることができます。ここの修正に関してもなかなか精度が低いと感じています。今このヒーローセクションの写真をブラウザの横幅いっぱいに広げてっていう指示をしているんですが、それは全く反映されないっていう感じなので、本当に土台を作るっていう面では使えると思うんですが、それを思い通りのデザインに修正していくってなると、なかなか今の状態だと正直使い物にはならないんじゃないかっていうレベルです。ただこれのいいところは Figma のデータとしてコピーできるっていうことです。さっきのコードボタンの隣に Figma のボタンがあるので、これをクリックするとクリップボードに Figma のデータとしてコピーされるので、これで Figma を開いてペーストしてみると、こんな感じで Figma のデータとして編集を加えることができます。ただちょっと崩れはしているので、ここら辺も修正が必要にはなりそうです。まとめると、スティッチをお勧めできる点は2つあって、1つ目がプロトタイプ作成の超高速化です。従来なら時間かかっていた作業がたった数十秒で土台を作ることができます。で、2つ目が Figma で使えるっていうことです。やっぱり理想通りの形を AI が生成してくれるっていうのはまだなかなか難しいので、デザイナーの手を使って修正する必要があると思うんですが、Figma のデータとして生成してくれるので、やっぱり編集がしやすくて、その分使い勝手が良くなっていると感じます。注意点としては、まだ複雑すぎるデザインは少し苦手ということです。でも何回も言っているように、プロトタイプの作成としては十分と言っていいクオリティなんじゃないかと思います。で、他にもエクスペリメンタルモードという別のモードがあって、手書きのスケッチやスクリーンショットからも UI が生成できます。スティッチは Web デザインの常識を変える可能性があるツールだと思います。ぜひ一度試してみて、感想をコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。